美味しいものがありゃどこまでも飯旅 Season 6今回の飯旅は北海道ビバイハーバードの発見。それでは早速 Let's get it started 1 Tonally no Tonakai 美唄市の郊外、のどかな森の中にポツンと突然現れる森を切り開いて作られたまるで秘密基地みたいなカフェ。隣のトナカイさん、視聴者のアットユーザーホニャララさんのタレコミでやってまいりました。コンセプトは日常に少しの森時間を。晴れた日には森の中というロケーションが本当に最高でございますね。ちょっと夕べ飲みすぎて声のコンディションが悪いのですが、鳥のさえずりを BGM に聞きながらのんびり過ごせる極上の癒し空間。亀や恐竜たちも楽しげでございます。こちらは美唄市内のお豆腐屋さんのおからを使用したマフィンともちもち生地のピザが人気とのこと。お豆腐屋さんのおからを作ったマフィンね。一口食べるとしっとり優しいナチュラルなお味でですね。そしてピザは完全予約優先ということで、今回は枝豆とトウモロコシの生ハムをオーダー。信長、仕事は探してやるもの、作り出すものだ。与えられた仕事をするのは奴隷だ。バイ信長名言集より。すごい、働いたことあるんだね、名言だね。ふんわりナポリピザにたっぷりのチーズがこれでもかってくらい乗っかって、チーズの大量摂取完了。なんとこのミニ別荘箱もフォーセールなんだよね。なんか可愛いよね。サウナにしたい感じ。興味のある方はビバイ箱で検索。美味しいね。どこに置くの？ 2 BAN 続きまして、これまた視聴者のアット天勇士363からのタレコミね。美味しいタレコミありがとうございます。ありがとうございます。外観はかなりの年季を感じる渋い佇まいなのですが、一歩店内に入るとキッチンがきちんと整理整頓されていて、フル天街の天井までピッカピカ。思わず嬉しくなりにんまり。これは絶対美味しい予感。おじセンサービッコンピコンでございます。まあ大事よね、清潔感。とにかく食べ物屋さんはExactly お店は汚いのに美味しいってお店はあれど、綺麗なのに美味しくないお店ってあんま見たことないもんね。でしょう。商売の基本中の基本だと思いますよ。何この値段。これ昭和40年代の映像ね。びっくりたまげたプライスでございます。今回はワンコイン500円の塩ラーメンと400円のミニカレーを注文。500円ラーメンきた。おー、最高ですね。このミネラルウォーターのように透き通ったスープ。一口すると鶏ガラの優しい旨味が広がって思わず声が出る。っつってね。そしてこの手の昔風ラーメンは麺がやややわめなパターンが多い中、ちゃんとコシがあるでんて素晴らしい塩ラーメンだ。おー、すげえ。500円なのにねえ、値段関係なく塩ラーメンベスト10に入れたいくらいの仕上がりですぞ。わー。でも他のお客さんが結構醤油ラーメンを頼まれていて、後から来たおばあちゃんも味噌ラーメン食べてたんで、他のラーメンも美味しそうなんだよね。ポテンシャル高そうだ。カレーもやや濃いめながら安心安全。 This is the Japanese カレーってやつ。 This is the Japanese わお、 curry そりゃ飛んだありがとう食堂ね。3 Yakitori Tatsumi 1968年の創業、美唄焼き鳥の歴史を支え続けている超老舗焼き鳥辰巳さん。お昼時に伺ったのですが、広い店内はすでに超満席。店前には待ち人が10人ほどいらっしゃいました。受付に人数を書いて呼び出しベルを渡されるので、お店の前か車の中で待機するありがたいウェイティングシステム。出張のサラリーマンズや観光客が次々とやってくる。だいたい30分ぐらいでベルが鳴ったかな。席に着くと注文はなんと最新のタッチパネル、タブレット方式に。ちょっと老舗がこういうのっつうのはがっかり感があるんだけども、あらら、時代の流れに乗り遅れた人はそうお思いでしょうか。そういうご時世ってことじゃない？
ほほほほほ。今回は名物の B セット辰巳定食を注文。セットのお蕎麦は柏、月見、天ぷらから選べるので、かけそばにし、焼き鳥も好きなのを2本チョイスできるので、もつと精肉を選んでみましたよ。へえ、選べるんだ。って待てよ。柏、月見、天ぷらから選べるのにかけそばにしたって意味わかんないんだけど、なんかダジャレかネタになってますこれ？いいえ、ただの間違いでございます。あらまあ、おバカさん。ね、すんごい損した気分でしょうな。かけそばは非常にシンプルながら出汁の効いた汁がじんわりと美味しくて、五臓六腑に染み渡る。そこでひらめいた。なんだこの精肉をスープにダイレクトにインしちゃえば柏そばの出来上がりじゃんってね。お肉に温かいおそばの汁がジュワーっと染みて、これはこれで大正解。非常にうましですな。だが損してる感は否めなし。黙らしちゃい。セットの鶏飯はごぼうの風味が効いた濃いめの味付けで、これはオールオブジャパニーズピーポーがみんな大好きなやつ。これといって決して特別なものではないけれど、昔ながらの伝統の味を守り続けている、愛される味なのでしょうね。これは人気なのも納得ね。皆さん帰りに焼き鳥の大量のお土産買って帰るのがビバイの美味しいお決まりのようでした。あれ、俺にお土産は？ワオ。 4. Cafe Stove. ドライブ中に偶然見つけて立ち寄り、その美味しさに衝撃を受けたので裁縫となった田園風景の中にポツンと佇む素敵なお店。土平日ですが店内はお客さんでいっぱいでした。ってことで羊ちゃんたちとパンを食らうでございます。お店の隣の敷地では可愛い羊たちが元気にもぐもぐと草を食べていて、なんとも北海道。今回はお互い健康と食べ過ぎ防止のために1人2個縛りの腹八分ルールで合計4個をチョイス。基本のクロワッサンとスコーンに加え、無類のフォカッチャ好きのおじさんが絶賛するこちらのフォカッチャに、今回は高級な和三盆を使ったというメロンパンに興味津々。はい、こういうのに弱いミスタービーズ。見た目がビターで大人っぽい和的メロンパンが斬新だね。はい、やっぱフォカッチャ好きですね。もっちりとした高密度な食感でいつも家にあってほしい系フォカッチャ。トーストにしてもパスタのお供にしてもいいねこれ。クロワッサンも発酵バターが感じられる。これ薪で焼くからこんなにカリッとしてんのかな。全粒粉入りのスコーンも甘さ控えめでザクザクからの口の中でしっとりに変化する食感が素晴らしい。なんて言ってもこの羊たちとの食事がここでしか味わえない最高のオツでしょう。めー。5. Today's Katsu Curry. Bibai Shimin Kaikan Shock Door Fuka Fuka. 飯旅的手当たり次第食べ歩くカツカレーシリーズ。今回は美唄市民会館の1階にある食堂ふかふかさんへ。本当はね、日替わり定食700円、ご飯おかわり自由ってのを狙いできたんだよね。がしかしこの日の日替わりは親子丼とそばというね、あまりおいちゃんそそられないお献立だったので、カツ丼か天丼か豚丼とそばだったら間違いなく行くっしょ。行くね、そりゃ行くっしょ。日替わり定食700円、ご飯おかわり自由ってのはお父さんたち嬉しいもんね。嬉しいでしょ。ってことで困った時のカツカレーと相なりました。あら、800円のカツカレーはお役所的には高めね。これお役所食堂系としてはかなり強気なお値段でしょ。そうね、お役所食堂だとカツカレーは600円から700円イメージなのに、なぜ上に乗ってるカツも揚げ置きタイプでしてね。あら、でそれはまあお役所食堂のお約束でしょ。系統的には安心安全の美味しいカレーだったのですが、そこのところがちょっと残念。塩分もちょい高めのショッパー125ってとこかな。結構しょっぱ。だってさ、ショッパー好きの方が多いからしょうがないんだよね。完全に薄味っていうか普通味っていうのは B 級グルメにおいてはマイノリティなんだ。やっぱり
最近よく分かってきた。痛いほどに。だからいいんじゃない？同じような濃い味が苦手な人たちが飯旅を参考にしてくれればさ。あ、そっか。そうね。そもそもそれがやりたかったことだしね。そういうこと。 6. Shirakaba Cha Ya. 1972年創業以来半世紀以上にわたって多くのドライバーに愛され続けている有名ドライブイン白樺茶屋さん。ゴルフ5カントリービバイコースのすぐそばですね。ゴルフ場にはちょいちょい来ておりましたが、全然このお店のことは知らぬ存ぜぬ。使い方違うと思うんだけど。そう？お昼時のピークに伺ったのですが、広い店内はほぼ満席。次から次へとお客さんがいらっしゃる大人気ぶりで、店内は活気にあふれておりましたね。周りを見渡すと皆さんは名物のラーメンセットを食べてらっしゃる方が圧倒的。そしてもう一つの名物がこちら、鶏飯オムライス。なんと驚くことにこのオムライスは11時から13時までの2時間限定メニュー。ギリギリセーフだった。危なかったっすね。オムライスの中身はもちろんこの絶品鶏飯で、卵のふわふわ感と合わさって、これが意外にもオツ。まあオムライスっちゃ中にはチキンライスが一般的なんだけども、チキンライスを日本語にすると鶏飯ってことだからね。あ、そっか。確かに。ケチャップ味かだし醤油かってそういう問題？そういう問題。和風オムライスってことだね。玉ねぎが入ってる鶏飯ってのが珍しかったですね。ごぼうでも椎茸でもなくね。塩ラーメンの方も透き通ったスープに優しい出汁が効いていて、やや私たちにはしょっぱい120ってとこだけど、結構この界隈塩ラーメン盛んですね。好きなタイプの素朴な塩ね。 7. Restaurant Fuji Kanka. 国道沿いに堂々と佇む昭和の古き良き日本の風情を今に残すレストラン富士観光さん。1969年創業の超老舗。これぞドライブインといった風貌でございますね。ビバイといえば焼き鳥のイメージが強かったのですが、実は鶏飯も同じぐらい名物なんだよね。恥ずかしながら全然知りませんでしたけどね。お昼時の店内は近所で働くお父さんやトラック野郎たちでほぼ満席状態。みんなこぞってランチ980円ってのを頼まっしゃる。980円ランチってのは決して安くはないから、よっぽど内容がいいか美味しいんじゃないですかね。じゃなきゃそんな長く続きませんよ、こんな大きなお店。確かに。今回は看板メニューの名物鶏飯&塩ラーメンセットをチョイス。運ばれてきた鶏飯は見た目の色がかなり茶色くてガツンと濃いそうに見えるんですが、これが実に優しい味付けで、鶏の脂と旨味がお米の一粒一粒に見事にコーティングされていて、噛むほどに旨味が爆発します。これは大分県の名物鶏飯といい勝負ができる日本トップクラスのうまさかと思いましたね。マジで？大分のあれと競えるのはすげえうまいね。そりゃあすごいでしょう。セットの塩ラーメンは鶏ガラスープベースに、こちらもこれでもかとストロングに鶏の旨味が抽出されております。なかなかパンチのある力強いストロング塩ラーメンでしたが、あっさりした鶏飯との相性が抜群で、計算し尽くされた驚いた通信なセットでした。このダジャレ AI が入れてきました。すげえやるな AI。 8. Izakaya Abe Chanchi. 最後は視聴者の夜明けの明星さんに阿部ちゃんちのザンギ食べてほしいというタレコミいただきまして参上。なんとこちら大ヒット映画糸のロケの際に出演者の楽屋として実際に使われたという聖地的居酒屋さんなのです。菅田将暉さんや小松菜奈ちゃんがここに来たってわけ？そうなの。すっげえな。ねえ。この日は名物大将の阿部ちゃんが別件のお仕事でたまたま不在だったのですが、非常に明るいお姉さんと息子ちゃんがアットホームに営業されていて、お目当てのザンギは無事にいただくことができました。運ばれてきて目が点になりましたね。拳大はありそうな巨大なザンギがドカンと3個。これ1個食べただけで普通の人ならお腹いっぱいになっちゃうサイズ。こんなでかい肉の塊の
中まで均一に火を入れてあげるのって結構難しいんじゃないかな。うんね。一口食べると外はカリッカリ、中はジューシー。お口の中で肉汁プッシャー、ナッシー汁張りに溢れ出してくる最高のやつです。冷えたビールとともにいただけば至福の極み。これは人生最大の残儀間違いなし。味も美味しいよ。そしてもりもり山盛りのチョレギサラダが登場。あれね、注文したのはシーザーサラダだったんだけどなんですが、いつの間にかごめんなさい、材料が足りなくてチョレギサラダになっちゃいましたでね。チョレイ。こういうのもローカルらしくてご愛嬌ですな。そしてここからがすごかった。飲んでると厨房からこれサービスだから食べてねと山盛りウインナーやらささみのお刺身やら次から次へと出てくるサービスの応酬。さらにデザートにスイカまでがめちゃめちゃ甘くて美味しくて、帰ろうとお会計をお願いしたまさにその時、名物店主の安倍ちゃん登場。名物大将も残儀張りにパワフル安倍ちゃん。ここは絶対に近いうちにまた2人でゆっくり飲みに行きたいお店だね。こんなにサービス連発してくれてたら経営的に心配になっちゃうけれど、まさにリアルな思うまい店でしたね。Jikai no mesha to beware. Gachi day mata tabathai. Ramen best 10 des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくと。上に乗ってるカツもあげよおげよよ。上に乗ってるカツもおげよとおげおき。ハッピーバースデー。 Thank you so much。 1972年周りを見渡すと皆さん羊来たーってことは菅田将暉さんや小松夏ココナツ菅じゃない須田